この動画は真っ黒になったエンジンをきれいに再生しようとする男の挑戦記録第2話である。シェルの V パワーで新車からエンジン内をきれいに維持してきたこの車、なんとアポロステーションの廃屋に変わった途端、エンジン内が真っ黒になったことが発覚したのだった。そこで燃料添加剤 FCR062 を入れてきれいになるか試してみたのだが、結果は何とも言い難いものとなってしまった。シリンダー内の一部はきれいになったが、全部まではきれいにならなかったのだ。なぜ一部しかきれいにならなかったのか。原因を考えてみたところ、この4つの仮説に行き着いたのであった。これらの仮説は一体どれが正しいのか、一つ一つ試して検証していくこととした。果たしてヤムチャはギトギトのデポジを倒すことはできるのだろうか。ヤムチャ出恐るべし栽培マン。今回はこの2つ。まずは2回目の点火をしてみて、回数を重ねればきれいになるのか確認してみる。もしダメならエンジンオイルを交換してみて、車側が原因である可能性も探ってみる。要するに今回の検証フローはこんな感じなのだ。2回目の点火をしてみてきれいになれば、点火の回数が不足していたということである。もし汚いままだったらオイル交換をしてみる。オイル交換できれいになったらオイルが原因だったということなのだ。それでもきれいにならなければ原因は他にあるということになるのだ。2回目の点火をするのだ。今回も投入したのは当然これなのだ。FCR062 コスパ最強のこれを注入するのだ。色と黒は夕日しぶしに14時間戦えますが、ビジネスモービジネスモージャパニーズビジネスモーはギグワーカー F30 君には頑張ってもらいましょう。さて2回目の点火を消化するためにガソリンが空になるまで走ります。添加剤を入れて走った感想はわからん。じわじわ効果が出てくるのか、それとも何も効果がないのか。燃費やレスポンスはそれほど変わった感じはしなかったのだ。ガソリン満タンカラになるまで走ったので 500km 以上は走ってる。またいつもの1番シリンダーで変化を確認するのだ。果たしてきれいになっているのか変わらないのか。一応プラグも確認しておく。前回と同じく洗浄中はすすっぽくはなるみたい。オイル入れなければ問題なさそうなのだ。点火1回目がこれ、そして2回目はこれ。変わらないですね。ではエンジンの中身を見てみるのだ。撮影開始なのだ。何これ。ピストン中心部の黒さはだいぶ減った感じはする。点火1回目はこんな感じだった。そして2回目がこれ。中心部の黒いご飯ですよが韓国海苔になった感じなのだ。銀色の面積は確かに増えたけど劇的な変化はない。中心部がきれいになったのはいいことだが、逆に言うとそれ以外はあまり変わってないように見えるというか、やはりインジェクターからの噴射が直接かかる中心部はきれいになるけど、それ以外の周辺部は難しいということだろうか。
周辺部に寄ってみるとこんな感じなのだ。硬いデポ地のままで溶ける気配はない。バルブやシリンダーヘッド近辺はこんな感じになった。黒いデポ地はところどころで残ったままなのだ。べちゃべちゃはしているので時間が経てばマシになるかもしれない。とはいえ前回の1回目と比べて大差がないのはピストンヘッドと状況は同じなのだ。つまり2回目の点火できれいになっていれば回数が不足していたということだったが、それほど大きくは変わらなかったので原因は他にありそうなのだ。ということでオイルの可能性を検討してみるのだ。オイル交換もきれいになればオイルが原因だったということで、あまり変わらなければその他に原因があるということなのだ。オイル交換してみた。念のためどれぐらい汚れているか見ておく。添加剤を2回注入した後の状態である。まあこんなもんでしょうね。茶色というか劇的に真っ黒ということもない。ピストンの中心部しか汚れが取れてないからシリンダーの隙間から汚れが落ちるとかもないと思うのだ。オイル交換前はいいクリーンプラスを入れておいた。これでスラッジとかも落ちて新品オイルの効果を 100% 引き出せるでしょう。スラッジも落ちたのかそこそこ真っ黒に見えますね。新しいオイルはビレンザの漆黒をチョイスしました。4リットルで約2万円なので高級オイルですね。オイル交換も給油1回して 500km ほど走った後の内部なのだ。何これ。映像は暗くてよくわからないけどちょっと黒くなった。2回目の添加剤でべちゃべちゃになっていたところがドライになった感じなのだ。前回より汚れが増えている箇所もあるのでオイル交換したからといってきれいになるわけでもなくさらに汚くなるわけでもなかった。つまり今回の若干の変化はオイルというより前回の添加剤の余韻ということでしょう。バルブとシリンダーヘッドも同じで新たに汚れが落ちたりついたりという感じではなくやはり添加剤2回目の余韻みたいですね。ちなみにもうドライになったのでこれ以上汚れが落ちることもなさそうなのだ。このエンジンをきれいにするにはどうすればいいのかという目標に挑戦してきたわけだが添加剤の回数を重ねても限界がありそうということが分かったのだ。そしてオイル交換もしてみたがオイルなど車側が原因で汚れているわけでもなさそうだと分かったのだ。となればその他に原因があると考えられるわけだがそもそもバイの走り方に原因があるのかもしれないしここまでガソリンとして使ってきた出光の廃屋に問題があるかもしれない。次回古の呪文高回転までぶん回せばいいんじゃの真理を確かめてみようと思います。先人たちの言う通りなら高回転で走ればきれいになるはずなのだ。それから当初からワイが疑っていた出光の廃屋の品質について正常剤入りと明記されているエネオスに変えたら良くなるかも検証していく予定です。チャンネル登録してお待ちいただければと思います。設定見てくれよな。